皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説です。現在、戦争全体の状況を大きく左右するであろうというのが、アメリカとロシアとの直接対談だと考えられています。トランプ氏は様々な外交カードを使うことにより、プーチン大統領に何かしらの形で休戦を求めるだろうと言われているからです。ただし実際にいつ会談するのか、その日程などが発表されているわけではありませんから、戦争はまだまだ続いていくこととなります。全体の戦況としては、ロシア領クルスク州で粘るウクライナ軍と、これに対峙するロシア軍、北朝鮮軍兵士たちといった形となっています。その他、ウクライナ本土における戦いでは、北から南まで1300キロにも及ぶ長大な戦線において戦いが継続的に行われており、ウクライナ東部ポクロシク戦域においては、じわじわとロシア軍の前進をなかなか止めることができないのが現在のウクライナ軍の大きな課題となっています。さて、クルスク州における戦いでは北朝鮮軍1万2000人が戦闘に投入されたのですが、ウクライナ当局はこの北朝鮮軍兵士たちの部隊が一旦前線から下がったと報告しています。現在のところ北朝鮮軍兵士たちの死傷者数は4000人程度に達し、そのうち亡くなった兵士は1000人を超えたと言われています。3000人程度は病院送りにした状態で、部隊が後退したのは戦闘能力が大幅に減退しちゃうことから、部隊の再編を進めるためだと見られています。ちなみに1万2000人のうち4000人程度が、たとえ戦えなくなってもまだまだいっぱいいるじゃないかと思われるかもしれません。しかし、北朝鮮軍の兵士たちも全員が全員突撃兵ではありません。北朝鮮本国から多くの自走砲を運んでいる、そうした映像なども入っており、彼らは砲兵として戦うことから、これらの人たちは突撃するわけではありません。これら砲兵を除いた地上戦部隊が多く死傷したことから戦闘能力が大幅に減退したのです。ちなみにこの多くの兵士たちが亡くなった上での生き残った兵士たち、もうすでにかなり驚異的な存在としてウクライナ軍は認識しているようです。この生き残った兵士たちは少なくともクルスク州にいるロシア軍兵士たちよりもよほど戦闘能力が高いと評価され始めました。もともとウクライナ軍がクルスク州に入ってこれに対応するためのロシア軍は各地から寄せ集められた部隊兵士たちが多く、決して練度が高いものではありませんでした。ロシア軍の中でもウクライナ東部戦線で戦っている兵士たちの方が基本的には継続的な戦いの中で実戦経験を積んで生き残った兵士たちの戦闘能力は高くなっています。それに比べると、どうしても後からかき集められた部隊であるクルスク州にいるロシア兵たちの方が少し弱い部隊というわけです。それに比べると、北朝鮮軍の兵士たちは本国で何年も何年もずっと軍にいたような人たちを集めたものですから、基本的な能力としては高く、その上で実戦の修羅場を生き残った人たちなので、おおむね危険性が高まっているというわけです。具体的な例として挙げられていたのが、北朝鮮軍兵士たち、その生き残りの者たちがドローンを次々と撃ち落とすということです。戦場においては小型ドローンが飛び交うというのがもはや日常化している中において、兵士たちが自分で小型ドローンを撃墜できるかどうかはまさに生死を分けます。インターネット上では攻撃に成功した場面が次々と公開されるわけですが、公開されないところでウクライナ軍が敵兵を見つけたぞとなって小型ドローンを放ったんだけれども、兵士に攻撃する前に撃ち落とされる例といったものが北朝鮮軍兵士たちの方がよほど高いというのです。それだけにロシア軍の運用がまずいことがウクライナ軍には助けとなっています。現在のところロシア軍は北朝鮮軍の兵士たちに戦車や装甲車といったものを全く割り当ててはいません。バギーやバイク、電動キックスケーターや民間車両などについても自分たちロシア軍兵士たちの中でしか使わず、北朝鮮兵たちに何か手伝いをするといえば、それはあくまでも兵士たちを荷台に乗せて前線近くまで運ぶだけです。荷台から降ろされた北朝鮮兵士たちは徒歩でウクライナ軍陣地に突撃せざるを得ないといった行動を繰り返したのです。だからこそ死傷者が非常に多くなったという原因でもあり、これらの兵士たちに移動手段を与えないロシア軍というのは、友軍としての振る舞いとは言えないでしょう。とはいえこんな状況ではあるものの、現在ロシアと北朝鮮との間では利害が一致しています。
それはアメリカのトランプ大統領が何かしらの形でこの戦いを休戦へと持ち込もうとしてくるのであれば、少なくともロシアとしてはそのような対談を行う前に自分たちの占領地域を少しでも拡大したいという願いがあります。占領地域が広ければ広いほど、そしてクルスク州からウクライナ軍を撃退していれば、より外交交渉はロシアにとって有利になるはずだと、プーチン大統領は考えているはずです。そのためには、現在のロシア軍の基本戦術である人海戦術、北朝鮮軍の兵士たちはもっともっと欲しいところです。一方で北朝鮮は、彼らの持っていないものをロシアがたくさん持っているので、兵士たちを多く送り出す意味があります。食料資源にしてもエネルギー資源にしても、軍事技術にしても、北朝鮮の持っていないものをロシアはたくさん持っています。そして、北朝鮮内部における事情といったものも、それを加速させています。北朝鮮情報について日々報じているデイリー NK によると、北朝鮮における去年の穀物収入は、人々が十分に暮らせる量ではなく、いつものように今年も餓死者が多く出ていると記事を出しています。北朝鮮全体で餓死者が出ているわけではなく、北朝鮮の中においても貧富の格差はあり、底辺の人たちはどんどんと亡くなるような状況に陥っているとのことです。金正恩氏は、食べ放題のような状態ですから、どうしても太り気味になってしまうわけですが、国民の底辺においては多くの人たちが飢えに苦しむというわけです。そして、軍については国が食料を配給するわけですが、それらについても有り余る食料ではなく、少ない食料の中から計画的に配分していかなければならない状況です。北朝鮮軍の中においても食料は不十分なものですから、北朝鮮の中に留めるよりもロシアに送ってしまった方が国内での負担が軽くなります。ロシアに送られた以後の北朝鮮兵士たちは食料についてはロシア側が面倒を見てくれますから、少なくとも飢えて死ぬことはないわけです。そして北朝鮮の中から兵士を送れば送ったほど食料について余裕が生まれるので、残った兵士たちに対する食料配給の事情が改善するというわけです。さらに兵士1人につき2000ドル程度のお金をロシア側は支払ってくれると言われています。もちろんこの金は家族に渡されるお金ではなく、北朝鮮に対する国家への支払いなので、兵士たちには全く回ってくるわけではありません。兵士1人につき2000ドル。ちなみに北朝鮮においては、年間所得は90ドル程度だと言われているので、兵士は多く送れば送るほど、金正恩政権としては嬉しい輸出になるわけです。ちなみに、増援でどのくらい送るかについては、各種数が分かれています。5万から10万といったこの枠内でのある程度の増援が行われるだろうという見込みとなっています。現在ウクライナの戦場においては、戦車や装甲車といった戦力ではなく、歩兵による突撃といったものがもはや日常化しています。それは多くの兵士たちが死傷することを意味するわけですが、それでもなお、屍を越えて陣地を攻撃し、じわじわと攻略していくという作戦で、実際にロシア軍は占領地域を拡大しています。ロシア国内での兵士を集めるのにも少しずつ難易度が上がっている状況ですから、ロシアとしては北朝鮮軍兵士たちもっともっとくれというような状況です。この後、アメリカのトランプ大統領がどのような形でプーチン大統領に休戦を求めるのか、外交の行方といったものを見守っていきましょう。そしてその結果によっては、ウクライナに対する支援がどうなるか、そちらの方も継続的に見ていかなければなりません。ロシアによるウクライナ侵略に伴って他国に対する軍事侵略がもはや日常化してしまいました。アフリカ大陸においてはルワンダがコンゴに対する軍の派遣により都市を制圧したといったニュースなども入っています。この攻撃に伴ってコンゴ政府軍との戦いも起こっているようなのですが、ニュースとしては小さいものとなっています。軍事力を使うことがもはや小さな扱いにしかならない世界へと状況が悪化していることを私たちは知っておかなければなりません。もちろんそれは中国が軍事力を使ったらどうなるかといったことへとつながる話だからです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。